はい、ヤギ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は11月20日の新月から12月5日満月までの2週間を星の解説しながらタロットを見てみたいと思います。よろしくお願いします。いきますね。それから11月20日からカペラノートの PDF 版が発売になりました。ノートやポケットカペラをご購入いただいた皆さんは本当にありがとうございました。月末までにはお届けできると思いますので少々お待ちください。では見ていきましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ソードキング逆、カップ6逆、ラバーズ、ソード4、ワンドのキング、ワンド5の逆、ソード6。はい、気をつけることや対策がペンタクスのクイーン逆とペンタクスの8逆。オラクルはフールです。はい、まあ本当にちょっとゆっくり休みましょうねみたいな感じもしますね。ちょっと星の補足説明ですが、前回のね12星座共通の動画でもお伝えしたように11月20日の新月っていうのはものすごく何か深いところの自分のブロックが外れたりとか何かを解放していけるっていう流れの時なんですね。で、ヤギ座さんはそれが他者を通しながら本当に人との関係性がとても豊かでいろいろ感化することもあるし感化されることもあるし、その人とのつながりの中で気づくことがあるよっていう時なのですごく豊かなんですけれども、どうですか、ここまでの中でなんかそういう人間関係の豊かさとか楽しさとか、YouTube に限らずですけどSNS とかなんかそういった楽しみが新たな楽しみができてませんかみたいな感じがありますね。で、十分それ楽しんでいただきたいんですけれども、なんだか少し自分のことを厳しく見てる感じがしますね。余計なこと言っちゃダメだからとか、もっとちゃんとしなくちゃいけないとか、なんか期待に応えなくちゃいけないとかっていう風に少しピリッとした感覚を自分に課している感じがします。なんかもうゆるーくもういいやっていうよりも、本当はもっとちゃんとしなきゃいけないんだけどできてないからちゃんとしてるふりしなくちゃとかそういうのかもしれないし、ほとんど自己ジャッジかなって感じはしますね。自分に対してダメだって言ってるみたいな。なのでどんなに元気な人も運が強い人も体力がある人も前向きな人も夜が来たら寝るとか朝になったら起きるとか、ね、季節だって冬があれば夏もあるみたいな感じでそういう流れがあるのが当然なので、今この時期はちょうど11月の22日以降っていうのは柳田さんはゆっくり休んでねっていうような感じがします。休みたくなければ動いても全然いいんですけれども、お誕生日を迎える頃までに整えましょうみたいな時なんですね。自分の波動を整えましょう、ゆっくり休みましょう、ゆっくり肥やしましょう、消化しましょうっていう時なので、なんか焦って動くというよりは流れのままに自分をちゃんと調整するっていうのが、星で見た時の第一優先っていう形になります。そして別の見方をするともっとこうしたいああしたいっていう欲求が少し下がる時でもあるんですね。ゆっくり寝たいわけですから、なんか行動するっていうよりも休みたいってなる時なので欲も減るみたいなそんな感じの時になります。でその上で見た時にカードが休んで休んでみたいな感じで言われてるんですけど、なんか頭ではいや本当はなんかもっと頑張らなきゃいけないんだとか、みんなが休んでる間に自分はもう少し準備しなきゃいけないんだみたいな、そういう自分を駆り立てるエネルギーもあるのかなって感じがします。でまたそれやろうと思ったらできてしまうので、ヤギ座の皆さん頑張ってしまうと思うので、それでちょっと自分の頭的には思考的にはここまでできたから OK とか、そういう安心材料を探すんだけど、体や運勢っていうのは力抜いて大丈夫ですよみたいな時なんです。そしてカードも言われてるように本当に頑張ろうと思ったら全然頑張れるし成果も出せるんですけど、なんかだんだんもうなんか何かを急いでやるとか誰かに勝つとかそういうのはもう興味ないっていうかもういいみたいな感じになってきて、力抜いたら
なんだ勝手に流れていくんですねみたいな、力抜いてもうまくいくんですねっていうことを感じられそうな気がしました。いいことですね。とてもたまには力抜いてみるみたいな。そして気をつけることや対策として言われているのも、ペンタクスのクイーンにペンタクスの8の逆なので、本当はもっとしっかりと何かをしなくちゃいけないとか、計画立てなきゃいけない、その計画通り進んでたらこれで安心だって思いたいと思うんですけど、計画通りいかない楽しさもあるし、計画通りいかないということすらが計画通りかもしれないので、楽しんでください。ぜひその役割とかその義務とかで自分をこうキュッとまとめてしまうのではなく、いつでも、役割はあったとしても全然いいし、責任あってもいいんですけど、意識は自由だよっていうことを忘れないでねって感じがしました。このフールのカードっていうのは典型的なね、そんなカードですよね。愚者っていう名前はついてますけど、とっても楽しそうなんです。目の前が崖であろうと、その先の道がなかろうと、もう最高みたいな感じで言ってる。で実際にそう思って前を踏み出したら必ず道ができるんですよね。本当は分かっているみたいな感じなので、そんな風に自分自身の可能性を解放してください。こうしてるから大丈夫なんだ、ああしてるから安心なんだっていう、その安心材料で城壁を作ってしまってその道を行くっていうよりは、自由に羽ばたくっていう感じで、力を抜いたら自然と流れていくよねっていうメッセージだと思いました。これは星の流れとすごく一致しています。ちょっと欲が減るというかね、力を抜いて癒してねっていうタイミングです。これを踏まえた上でお仕事見ていますね。仕事、カップナイト、太陽、はい、カップの4ということで、やっぱり仕事として見た時にやっぱり誰かが焼田さんの仕事ぶりを見ていて、それを必要としているっていう感じがあります。そして自分では別にみたいなそんなに今やりたいわけじゃないって思ったとしても、なんか気持ちが乗らないなみたいな、仕事に対してのモチベーション湧かないなと思ったとしても、でもやっぱり決して悪くないんですよみたいな、太陽のカードバーン出ててすごくいいですよね。なんかもっとっていうか、自分が咲かさないとって、例えば花を咲かさないとって思ってるけど、花って自然と咲くんですよねみたいな感じがしました。なのでお仕事もきっとちゃんと種をまいて、過去にまいた種っていうのは咲く時が来れば咲くんだなみたいな、今自分がせっせと水をあげたりとかなんかしなくてもいいみたいな感じがしましたね。ちゃんと見てくれてる人がいたり、流れ的に自然な流れがそこにあるよっていうことを仕事を通して言われてる気がしました。かろうじて言うと、そのカップのナイトっていうのは人の優しさを受け取るとか、誰かからのアプローチがあるっていうことなので、お仕事に対しての依頼があったりとか、自分が誰かに対して仕事のことに関してアプローチしたりっていうこともあるのかもしれませんね。はい、ちょっと人間関係見てみますね。人間関係が死神、カップ8、ワンドの2ということで、誰かとの関係性はもういいかなって、もうそこから卒業しようかなって思ってる感じがしますね。もう自分自身なんかいいとか悪いとか、なんかそういうなんか悩まされるとかそういうことではなくって、柳田さん自身がもうその人のことを考えるのを卒業しようみたいな、もうこのことは問題じゃないんです、もう終わったんですみたいな感じで、実際にその人に悩まされているとかいう感じはないです。なんか過去の自分には必要な人だったかもしれないし、あると一時的に一緒に何かをしていたのかもしれないし、人生にとって必要な人だったけれども、なんかもう気持ちがその人に向かないみたいな感じがあったり、もうそのことを卒業したんだなっていう感じですよ。なので卒業してもそこまで問題じゃないからこそ、あえてフレッシュにそこまで気を負わずに関わっていってもいいし、もうこれで綺麗さっぱりってしてもいいし、どっちでもいいかなみたいな
感じが出ています。ここで一つ気づいてほしいのは、縁を切ったからいいとか続けたからいいというわけではなくて、どっちにしたって自分はもうそのことから卒業してるんだと、もうそのことを超えたんだという認識が必要ですっていうふうに言われてるんですね。なんか惑わされたくないからもう完全に縁を切る、縁を切ったから OK っていうわけではなく、かといってつながってるから悪いとかいいとかでもなく、自分が主導権を握ってるんだよっていう感じがしました。いくらでもどっちでもいける、どっちでもいいみたいな感じがしました。はい。まあちょうど今そういうのも含めて、もうなんか自分でなんとかっていうよりも、まあちょっと委ねておきましょう、流れにみたいな、まあちょっと少しためにでも出ますかみたいなそんなこと置いといて好きに過ごしてくださいっていうメッセージかなと思いましたね。はい、ちょっとそんな感じですがいかがでしょうか。なんかメッセージ受け取ったよっていう方はいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。はい、もう一枚引いてみますね、オラクルカード。それから11月の30日に9時から YouTube ライブをする予定です。これはカペラノートを購入してくださった方への説明と、あと Q&A をする予定です。そして同じ日11月30日の夜9時45分から YouTube のメンバーシップの限定ライブを行いますので、事前に質問を受け付けています。それに対してこの流れを踏まえて説明していくっていうことをしようと思ってます。タイミング合う方、興味ある方はぜひご参加ください。では行きますね。ピザさん、はい、このカード出ましたねこのカードは人の顔色を伺わなくていいよって感じもしますし、あとその感情的になんか人の噂話とかそういうのには惑わされないでねって感じがしました。とにかく惑わされない、人の感情とか顔色とか、今はゆっくり自分を癒して波動調整する時だよっていうメッセージだなと思いました。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。豊かな時間をお過ごしください。失礼します。